肉が好物なの？私もってなってキャッキャッって泣いてて、でうちに来るって言ったらうわーって言ったからっていうからそういう声だっけってなって、うしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今日はですね、むしり取りたい。小原はですね、猫ちゃんを飼っておりまして、今2匹お家にいるんですけど、猫ちゃんの話を YouTube でしたことがなかったので、今回は猫ちゃんについていろいろお話できたらいいなって思いました。私から企画の案を出したわけではなく、誰だろう、健太さんなのかな、やりましょうって着いたらこれが用意されていて、偉い人から僕じゃないですって源田さんが用意したんで僕じゃないですってすっごい言われた。これずっとつけっぱなんですか？可愛いですよ。なんか酔っ払ってるの？笑ってないです。ちょっとこのまま行こうかなと思います。で、なんで猫を飼うきっかけなんですけど、どっから話していこうかな。ちょっとここに出してもらおうかな。ミルとマッシュっていう猫ちゃんがうちにいまして、ミルは今3歳半ぐらい、2020年生まれの子で、マッシュが2021年生まれの子なんですけど、こっちに上京した時にもう最初から猫は飼いたいってずっと思ってて、で実家に私が高校1年生ぐらいの時にお迎えした野良猫ちゃんだった黒猫がいて、その子をお迎えしてからもう猫がいる家庭っていうか環境が当たり前に小原家の中ではなってて、小原家の中で一番性格がいいんですけど、その黒猫のクーって子がいるんですけど、だから上京した時も絶対猫を飼いたいって思って、ただ最初の時は猫が飼える物件じゃなかったから、いつかと思って、でちょうどあれかな、プリキュアが終わったぐらいの年にまた猫ちゃんが飼えるお家に引っ越したんですけど、ちょっとたまたまそのコロナ禍に入ったタイミングもあって、猫ちゃんをお迎えするのはちょっとまだ難しいかなとかって思ってて、確かね、早くなんかいろんな写真とか見せろやと思ってると思うんだけど、かぐや様の集鎮音楽壇っていう朗読イベントがあったんですけど、あのぐらいのタイミングの時にミルを見つけて、でもともとミルは大阪にいた子だったんですけど、私がなんかいい子いないかなってこうパソコンで調べてたらミルが出てきて、で私なんかあんまり一目惚れとかないんですけど、パッて見るなりこの子はって思って、会ってもないし触れ合ってもないんだけど、もうこの子だってなんか思って、迷わずその場でもうすぐ電話して、この子をお迎えしたいんですけどって言って、で時間をかけてゆっくりこういろんなところ移動しながら都内の方にやってきた子だったんですけど、もう集鎮音楽団の時はお迎えしたばっかりの時だから結構バタバタしてたんですけど、すごいとってもいい子で、パステルカラーの三毛猫ちゃんで、種類としては大竜とキャリコっていう種類のマンチカンなんですけど、最初ねお迎えした時がね、これ前住んでた家なんだけど、これもお迎えして次の日の朝だいぶリラックスして寝てるんだけど、寝方にねこの子すごく特徴があって、生後3ヶ月ぐらいかな、こうやって寝る子だったの。はみ出てるでしょ、仰向けで。結構いつもそうだった。すんごい可愛いの、めめまん丸ですんごいおとなしくて、基本あんまり泣かない子。子猫の時からそうで、今もう大きくなったけど割と子猫声のまま大きくなった子で、あんま自己主張とかしないんだけど、なんか飼い主の変化に割と気づく子で、なんかウェーイってなってる、飼い主がなってる時はすっごいおとなしいの。でもたまになんかシュンってしてる時があると何も言わずずっとくっついてるような子。空気をすごく読めるの。こんな感じで、あとはね
そう穏やかな子でもね、ミルの名前の由来は最初お迎えする時に獣医さんに全然この子は食べないんですって言われて、とっても小食で、ただ大好物がミルクなのでミルクでふやかしてあげるのもいいけど、一番いいのはふやかしたご飯の上に粉の状態のミルクをふりかけみたいにしてかけてあげるとすごく食べるのでって言って、困ったらミルクって覚えといてくださいって言われた時に、あなたもミルクが好物なの？私もってなって、でもミルクってつけるとそのままだなと思ってミルってつけた。でただなんか飼い主が牛乳はもちろんだけど白い系のものを食べようとすると、生クリームとかヨーグルトとかを出すともうすぐ来て「何それ?」って見てる。何なんですかそれはみたいな感じでよく見てた。今もそう。この子はモデルさんみたいで、なんかね左右で顔が綺麗に色が分かれてる子で、なんかあるかな写真。成長しても変わらないんですか？変わんなかったね。これ前住んでた家の写真だけど、何かあると絶対こうやって。かわいい。可愛いよね。ちっちゃいですね。これはやばいね。いないなと思って探してたら、可愛いね。まん丸でしょ。これテーブルの下の椅子がこうしまってある椅子の上にいたってやつ。鏡に映ってる自分見てたりちゃんと一人暮らしで猫を飼い始めたばっかりだったから、仕事の合間とかは速攻走って帰ってって、で実はね初めて言うんだけど、最初お迎えした時ちょっとだけ病気持ってて、ミルはかかりつけの病院に行って見てもらったりとかしたりしてて、でも本人はすごいケロッとしてて1年ぐらいかけて治ったから今、当時もすごい元気だったんだけど、でもこの子はすごく変わってて病院が大好きで、普通は病院連れて行こうとするとすごい嫌がる猫ちゃんいると思うんだけど、実家にいた黒猫のクーもすっごい病院大嫌いだったから、ちょっと覚悟しなきゃなと思うんだけど、毎回連れて行くリュックなりこうキャリーの箱なんていうのをこうやって開けると、多分もう覚えるんだろうね。病院なんですかってなって、ててててててって入って、もうはい準備万端ですみたいになるの。連れて行く時もなんか割とイエーイみたいな感じで言うんじゃなくて、キャッキャッって泣いててそんなに楽しみなのかなと思って、で病院行って、で病院の獣医さんに会うと、もうなんか出してってやるから、バカって扉開くと「こんにちは」って言って、なんか病院の人とすごいコミュニケーションを取る子で。生まれたてからそういう病院に行ってたからですか？わかんない、人慣れをしてるのかもしれないね、もしかしたら。めちゃくちゃいい性格ですね。だ1歳か1歳半ぐらいまでは割と病院連れて行くの大丈夫だったんだけど、しばらくしてからはあんま外出ないから、そうだから外出るって言って、病院って分かってるからキャリーの中には入るの。だけどいざ玄関から出ると分かんないな、怖くなっちゃったのか、なんかすっごい奥の方で丸くなって怯えてんの。でも病院着くと病院かみたいになって、でも先生も今も大好きだし、連れて行くと割と。ただ外の環境になると、ベランダから見る外の景色は見慣れてるけど、目の前をこう車が横切ったりとか、誰かもわからない人がこう行き交ってるのを見ると、まだちょっと怖いのか、えってなってる。でもうち割と人が来客する人が結構多いんだけど、猫見知り人見知りする子じゃないから、割と玄関までは「こんにちは」ってお出迎えするとってもいい子です。でね、マシュなんだけど、マシュは結構やっぱこの仕事をしてるから家を空けることが多くて、一人で見るね待たせちゃうことが多かったから、だからなんかお友達がいた方がいいだろうなって思って、でミルも飼い始めて2歳ぐらいで落ち着いてきたしって思ってたら、ちょっとご縁あって、そのマシュを2駅ぐらい隣のその施設にマシュがいて、で1ヶ月ぶりぐらいにまたそのところを通りかかっても、なんかまだいたようで、あれどうしようかなと思って、で一回触らせてくださいって言って、その子触ったらもうダメだったね。ちっちゃくて可愛いからさ。で必死に向こうも「お願いお家に連れてって!」ってみたいになってるから、どうしようかなと思って、でうちに来るって言ったら「うわー!」って言ったから「うち来るか」って言って、お友達欲しいなって思ってたところだしと思って、その人とのご縁もあったからうちにお迎えして、最初はやっぱり人と一緒で猫も性格が全然違うから、見ると性格がもう真反対っていうか違くって、私もすごく戸惑った。
なんか子育ての方がもっとずっと大変だとは思うけど、猫も大変って思った瞬間結構あって、ミルは小食でおとなしくてっていう子なのに対して、マッシュはもう出された分一気に食べちゃう子で、常に喋る子だったからよく泣くし、まあ鳴き声で判別はできるんだけど、子猫声のままのミルとちょっとおばあちゃんみたいな声してたマッシュの声で、どっちが泣いてるどっちが呼んでるってのは分かるんだけど、でミルはミルで知らない猫が突然やってきたから、もうずっと常にシャー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 言ってる生活から始まって、でも1年ぐらいかけてなんかミルが折れたのか。1年うん、も結構かかるんです。でもなんか取っ組み合いの喧嘩とかそういうのは、まあ、してたけど、お互いなんか爪を出してとかっていうこともしないし、ミルのおかげだと思う。ミルはだいぶ大人びた子だったから、子猫の時から、今はなんかあやしたりしてあげてるっていう、とってもなんかバランスがいい猫ちゃんたちかもしれない。でマッシュはね、なんでマッシュって名前かっていうと、最初お迎えした時若干声が枯れてて、マッシュの声が。で子猫っていうのもあって、なんかミーミーって声じゃなくて、なんかあーみたいななんかそんなマジでそうだったん。わーミャーみたいな。そうだからって思って、お迎えした時はキャッキャキャッキャ言う子だったの。でいざうちに着いて、ここがうちだよって言ったらっていうから、そういう声だっけってなって、なんか魔女みたいな声とかって思って、で最初魔女ってつけようかと思ったけど、魔女だとそのままだしなと思って、じゃあ魔がつく何かの名前にしようと思って、で触ってたら、見るよりもなんか毛の量が多いのと、なんかモフモフっていうか、もちもちっていうかだったから、なんかマシュマロみたいだねってなって、マッシュでいいじゃんってなって、だからうちの子たちは2匹とも食べ物の名前から来てる。ミルとマッシュ。そうで、マッシュはタイミング的には無色無地っていう写真集の冬の撮影をしていた時に、どうしようかな、あの子お迎えしようかなってちょうど考えてた時期で、冬の写真を撮り終わった1週間後ぐらいに、その1週間以内にいろいろお迎えする準備して、家の中をでお迎えしたっていう感じ。ちょっと関係ないんだけどさ、ミルはさ、台本チェックするとき必ず近くに来るのね。だからね、こうやって台本とか本の横にいて。本が好きなんですか？紙が好きなんだろうね。本読んだりしてるとタタタタってきて、なんか噛んだりとか引っかいたりとかせずに横でこうやって見たりで、本とかもさ、絵本とか好きだから家にあるんだけど、読んでるじゃん。めくるとなんか子供みたいに一緒に見てる。本当おとなしいんですね。悪さしたりしないんですか？しない。ひっくり返ってさ、そのポーズ。あなた腕下ろさないの仰向けになってさ、両腕上げるの好きね。かわいいよ。よく目パッチリしてるから驚いてる顔って思われるけど、そんなことないの。通常モードなの。でマッシュの話してたね。マッシュはね、お迎えした時の写真がね、こんな感じだったかな。これ食器棚の、いきなり引っ越ししようって思って、多頭飼いできるマンションに引っ越さなきゃって思って、数も決まってるんですね。1匹まで OK って物件は結構あるんだけど、都内ね。ただ2匹目、まあ多頭飼いだよね、は結構っていう物件多いから探すの大変だから、何も考えずにね、動物を、まずちゃんと飼うっていう覚悟とかも必要だけど、むやみにお迎えすると住める物件数はもう半分以下とかになるから、マジで。ミルとマッシュ、かわいい。新しいお家で有効ボードっていうの、穴が開いたボードを壁に自分で設置して、そこでくつろいでる子たち。それ地面じゃなくて高いとこにあるんですか？キャットタワー。壁にあるけど有効ボードあってクッション置いて、でそれで引っ越しで開けて作業したらいないから、あれと思ったら、そこのところで2匹一緒に寝てるから、あらー
ーと思って、仲悪いのにと思ってそんな一緒に寝てることないんですか？ない、あっても5秒ぐらいー、だから珍しかったの本当に。そんなに疲れたのかな。わかんない。引っ越しで追いかけっこみたいなしたりすることないんですか？あるよ、しょっちゅうしてる。仕事のチェックを始めると思うと途端に始まる。なんで今って。あとなんかご飯を食べ始める時にトイレし始めるから、なんで今なのっていうことはしょっちゅう。トイレとかって間違ったりしないんですか？場所。あ、トイレ猫以外のとことかない。ないんだ。砂のとこに絶うん対。あ、でもね、面白いのはね、ミルはトイレが下手なの。マッシュはトイレが上手なの。ミルは砂のあるトイレで済ますじゃん。したら普通は綺麗好きだから砂でこう隠して匂いとか抑えてよしっつって出るんだけど、飛び散らないように結構深めのトイレを用意してるのね。でそのトイレのこの容器の縁をカシッカシッって書くの。でも砂ないんで、そんなところ壁を書いてね、隠せてないよとかって言うんだけど、よしっつって出てくんの。でだからさ、そのままだからさ、あとうんちとかさした後さ、匂い出るじゃん。でも砂で隠せばさ、いくらか抑えられるんだけど、わかんない、本人は満足ってよしっつって出てくるんだけど、もう丸見えの状態のただマッシュは上手で、なんか遠くからそれを見てるのね、マッシュは。でなんかわかんない、気づいたらあの子たちトイレ共有してたりとかしてて、だからマッシュがテテテテテってトイレ行って、で自分も用を済ますわけよ。たら自分の分をちゃんと、あの子は砂をかける子だから砂かいて、よし隠せたって思うと、お姉ちゃんのピッて見て、よしよしって言ってその衣を隠して、ふんっつって出てくるの。すごい面白いでしょ。ただ食事になるともうマッシュは凶暴化するから、もう何もかも私の食べ物だみたいな。だから飲み物とかもそのまま放置して、例えばお手洗い行ったりとか、例えばそのままほっといてお風呂入るとかするともうダメ。飲まれちゃったり食べられちゃったりする。なんかもう封とかしたチョコレートの箱に入った状態で、ビニールのなんかこうなんかしてあっても全部開けて食べちゃうの。だからコンビニで買ってきたおにぎりとかも、例えばダイニングのテーブル置いとくじゃん。もうちょっとでも目を離したらもうハシハシハシって食べちゃうから、だから必ずそう飲み物とか食べ物系は冷蔵庫とか、もしくは棚の高い位置に置かないとすごいやられちゃうの。ちゃんとわかるんですね、食べ物って。多分匂いは敏感にわかんない。ただミルは絶対にそういうことはしないの。食べ物があるけど飼い主にぶち切れられるって思ってんのか、絶対に手を出さないとかっていう、なんかそれぞれなんか面白い特徴があったり。どっちかっていうとマシュの方が大変だったかも。すごい夜中泣くしとかもあったけど、今はだいぶあの子も2歳ちょっと2歳半ぐらいになってるから、だいぶ落ち着いてきたのか。あとはよくお話をするのはマシュかも。なんか「って喋ると「っていうの。にゃーとも言うんだけど「っていうかねえそうだねご飯なの?」って言ったら「って顔するからご飯なんだね」ってもう限界を知らないと思う、マジで。欲しがるだけあげちゃダメなんだ。こんなもう大変。ミルは全然食べないけどっていう子たちです。なんかこの動画を締めたらお見せできる動画やら写真やら後で載せてもらおうと思うので、最後まで見ていただけたらと思います。本当はね、なんか連れてきてこの子たちですとかってやりたいんだけどねえ、犬と違うからね。もしできたら叶ったらいいんですけど、ってな感じでまた機会があったら紹介したいと思います。では今日はここまでです。また遊びに来てね。バイバイ。みきゃあらなんか来たよ、怪獣がもう一匹。